ブローシアンの娘アイリーンを無事魔法学院まで送り届けました。ご苦労であった。では短いが休暇を楽しんでくるがよい。今回の働きに対して与えられる休暇は3日だ。今日はどこへ行く？残りの休暇はあと2日だ。今日はどこへ行く？
残りの休暇はあと1日だ。今日はどこへ行く？あんた、ゆうべはうなされてたわよ。また夢でも見たんでしょう。どんな夢だったの、お兄ちゃん。不老種がいっぱい飛んでる澄んだ湖？湖のそばにユングがいっぱい？不老種がいっぱい飛んでいるってことは北の方だよね。多分オリビエ湖のことだろうな。オリビエ湖。バーンシュタイン王国との国境沿いにある湖だ。だが今その辺りは戦場になっているからそこへ行くのは大変だな。せめて補給物資運搬用の道路ができれば少しは楽に行ける。王都の西側につなごうとしてる道だよね。そろそろ完成してもいい頃だよ。休暇は終わりだ。お前たちは次の任務についてもらう。休暇はどうだったかな。さて次の任務だが引き続きゲベルの調査を進めるのだ。承知いたしました。ゲベルに関係あると思われるオリビエ湖を調査いたします。オリビエ湖だと？オリビエ湖のそばに怪物たちがいる夢をこいつが見たの。
そうであったか。ならば町の西側から北に伸びるステーム山沿いの道を使うがよかろう。ノストリッジ平原の部隊に物資を送るために作った道だが、ようやく完成したのだ。北のオリビエ湖の辺りにはバーンシュタイン王国軍が展開していて、たどり着くためには戦線をバーンシュタイン王国側へ押し戻す必要がある。だが物資がノストリッジ平原へ届けられるようになったのだ。そう遠くないうちに戦線を押し返せるであろう。しかし隊長、輸送路が完成してよかったですね。そうだな。これでノストリッジで戦っている同胞に素早く物資を届けられる。この2を届けて我が軍に勝利してもらわねば。よろしくお願いします。お気を。よし、出発。はっ。ねえ、誰か呼んでるよ。嘘。お兄様そっくり。やっぱりそうなのか。何がやっぱりそうかなの？突然で失礼。私はラルフという者だ。私は生まれて間もなく生き別れとなった双子の弟を探している。双子の弟？そうだ。街の中で彼を見て気になって追ってきたのだ。見れば見るほど。そんなに似ているのか。俺には知る方法がないからな。似てるなんてもんじゃないよ。まるで同じ人間だよ。それが双子の証明になるだろう。ひょっとして君、誰かに育てられたとかそういったことはない？確かにお兄ちゃんはお母さんに引き取られて疑う余地もないわね。どうだろう。やっと肉親と会えたんだ。こんなところで立ち話じゃなく町に戻ってゆっくり話さないと。実は宿を取ってあるんだ。どうするの？決まりだね。慌てて追いかけてきた甲斐があったよ。さあ行こう。宿代は私が持つよ。君たちも泊まっていくといい。そんな悪いです。遠慮しなくてもいいよ。こう見えても結構裕福な家なんだ。せっかくだからお言葉に甘えましょ。というわけだ。それじゃあラルフさんはこの戦争の中わざわざバーンシュタイン王国から来たの？というか商売でこっちに来ていたら戦争が始まってバーンシュタインに入れなくなった方が正しい。商売？ああ、自分で言うのもなんだけど、ハウエル家とバーンシュタインでは一二を争う商人だ。ハウエル家だ。あの紡績商のハウエル。ご存知ですか？当たり前だ。バーンシュタインを旅していれば何度も聞くことになる。へえ、あんた名家のお坊ちゃんだったのね。もしお金持ちになったら美味しいものいっぱい食べさせてね。もうピピったら。でも今では戦争に感謝しているよ。こうして弟と再会するチャンスをくれたわけだ。人生何がどう出るかわからんものだな。
さて、こんなに遅くなってしまった。そろそろ寝ませんか？そうですね。それじゃあそろそろ部屋に戻ります。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。鍵は開いてるよ。どうしたのお兄ちゃん、寝つかれないの？お兄ちゃんから来てくれるなんて嬉しいな。でもいいの？本当のお兄ちゃんと話さなくて。私だったら夜通しお話ししたいと思うけど。はあ、お兄ちゃんの本当のお兄ちゃんか。私にとってもお兄ちゃんになるのかな。お兄ちゃんが本当の家に帰ることがあっても私のことは忘れないでね。さすがお兄ちゃん。それじゃあそろそろ遅いから私寝るね。おやすみお兄ちゃん。ピピルイセちゃん、おやすみ。あ、お兄様ですか？どうぞ、鍵は開いてます。どうしたんですかお兄様、こんな時間に。お兄様ったらもう正直なんだから。ねえお兄様、お兄様ができた感想はどうですか？私は兄弟がいないからよくわからなくて。やっぱり本当の兄弟が見つかったんだもの。そうだよね。でもいいな、お兄様ってルイセちゃんだけでなくお兄様までいるなんて。ああ、どこかに兄弟って落ちてないかな。あんたね、そんなもん落ちてるわけないでしょうが。でも本当に兄弟には憧れちゃうな。ああ、もうこんな時間だ。お兄様、こんな遅くまでお話に付き合ってもらってありがとう。続きはまた明日ね。それじゃおやすみなさい。おやすみミーシャ。どうぞ、鍵は開いてるよ。どうしたんだい、こんな時間に。嬉しいことを言ってくれるね。それじゃしばらく僕の話に付き合ってもらおうか。一つ聞きたいんだが、突然兄弟ができた感想はどうだい？なかなか適応が早いね。普通はまだ戸惑っているものだと思うけど、僕には兄弟がいないから君が羨ましいよ。村の同世代の者たちがほとんど兄弟のようだとは言っても、やっぱり羨ましいものがあるね。これから君がどうするかは知らないけど、彼のことを大切にしてあげるべきだ。さて、もう遅い。そろそろ寝るとしよう。アリオストさん、おやすみ。どうした？まだ寝ないのか？そいつは仕方ないだろう。急に兄ができたんだ。興奮していたとしてもおかしくない。そういえばウォレスさんには兄弟っていないの？兄弟か。結構いるぞ。最近は全然会っていないがな。ま、俺にとっちゃ戦友も兄弟みたいなもんだが。まあ兄弟は大切にしてやれ。失うのは簡単だが、簡単には得られるものじゃないから。明日も早い。お前もそろそろ寝た方がいいぞ。そうだね。おやすみ。
まだ寝ないの？やっと生き別れの兄弟に会えたんだ。ちょっと興奮してしまってね。でも明日も早い。もう寝ないでね。それじゃおやすみ。そろそろ私たちも寝ましょう。おやすみ。